皆さんこんにちは、タタンです。今回の動画ではサルエルかぼちゃパンツの作り方についてご説明します。これから、縫製を始められる方でも簡単に作っていただけるようにご説明していきたいと思いますけども、すでにいくつも服を作られているという方は知ってるよという情報も多いかと思いますので、概要欄にチャプターをつけてますので、お分かりになる部分は飛ばしてみていただければいいかなと思います。またこちらの型紙80から110サイズの型紙をダウンロードのリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらもご覧いただければと思います。今回必要な裁縫道具はこちらです。それでは作り方の説明をしていきたいと思います。今お持ちのお子さんの服のサイズを測ってみてください。タグに80って書いてあるから80の型紙使えばいいんでしょってなると思うんですけども、実はメーカーさんによって展開サイズが若干違うようです。なので実際測っていただいて、それに近い数字の型紙を使っていただけたらいいかなと思います。測る場所はウエストですね。ウエストと着丈、総丈とも言いますね。総丈と長さです。こちらを測ってください。例えばこれ、うちで実際使ってる市販のパンツなんですけども、半分に折っていただいて、こんな感じで測ってみてください。で、うちの型紙はこのぐるり1周分のサイズを記載してますので、半分に折った状態で測った数字にかける2をした数字がウエストのサイズになりますので、こちらを参考にしてみてください。でまた着丈なんですけど、着丈はこの脇の部分、この端っこの部分ですね、端っこの部分の角から裾までこの長さを測ってみてください。はい、こんな感じで測ってみてください。ただですね、今回ウエストも裾もゴムなので、ゴムの長さを変えていただければある程度ウエストと裾に関しては調節ができるかと思うので、どちらかというとこの着丈の長さを重視して型紙を選んでいただけたらなと思います。サイズが測れましたら、次は概要欄のリンクから型紙をダウンロードしてください。で型紙はこのような感じで分割されて印刷されます。なのでテープでつないで1枚の型紙にしていただけたらと思います。型紙のダウンロードの仕方や印刷方法、テープで貼り合わせる方法などは概要欄に動画を貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。型紙をつなぐときは全部切らずに貼り合わせるところだけカットすると時短になります。はい、型紙ができましたので、こちらの布に移していきたいと思います。今回は、リネンの生地ですかねを買ってみました。なのでちょっとこれとは全然違う雰囲気になるんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきたいと思います。型紙がご用意できたら布に転写していきます。型紙を写す前に布にアイロンがけをしてシワとかを取っといてくださいね。クリップや待ち針で型紙を固定してから写していきましょう。型紙を写す作業も1枚ずつ写していたら時間がかかってしまうので、転写シート2枚で布を挟むようにして写していただければ一度の作業で写すことができます。ただですね、やはり1枚ずつ丁寧に写す方がずれにくいので、めちゃくちゃ綺麗に仕上げたいなという方は1枚ずつ写していただく方がいいかと思います。僕はすぐラフをしようとしちゃうので、参考にしたり反面教師にしたりしていただければいいのではないでしょうか。型紙を写し終わったら布を裁断します。これも僕は重ねて一緒に切っちゃいます。ハサミで裁断するよりカッターを使う方がずれにくくて早いのでおすすめです。次に裁断した布にアイロンで折れ目をつけます。型紙を見るとウエストと裾に三つ折りステッチ仕上げと書いてあります。ウエストと裾の端から1本目と2本目の線を折ってアイロンで押さえて型をつけておいてください。
つ折りってこういうことです。1回2回折って最後仕上げましょうっていうのを三つ折りと言います。一見めんどくさいんですけども、最初にこうやっておく方が後で断然楽なので、ちょっと手間ですがアイロンがけしとくようにしてください。はい、アイロンで型をつけたら、次は布の端の処理をしていただくんですけども、例えばお手持ちの服をこのように裏返してみてください。裏返していただくと布の端がギザギザになっているのが分かりますかね。こうすることで布の端からほつれてこないようにしています。このように布の端をジグザグに縫うことを補正用語でかがると言います。なのでこの脇の部分と股の部分、ここは布の端の処理かがるっていうのが必要になってきます。布の表側同士が内側になるように重ねてクリップなどで留めていきます。布の表同士を合わせることを中表と言います。また布をクリップなどで固定することを仮留めと言います。今回僕はロックミシンという布の端の処理専用のミシンを使っていますが、家庭用ミシンだけでも問題ありません。家庭用ミシンでは立ち目かがりまたはジグザグ縫いという縫い方ができます。この縫い方を使うことでロックミシンと同様に布の端の処理をしていただけます。はい、今ですね、この両脇と股の部分をロックミシンを使ってかがりました。で、例えばウエストとかこの裾とかもかがっていただいていいと思うんですが、今回は時短のため、あとはもう巻き込んでなく外から見えなくなっちゃうのでかがらずいこうと思います。まずは両脇と股の順番で縫っていこうと思います。続いて先ほどアイロンで型をつけた部分を三つ折りにしてクリップで留めていきます。続いて折り目の際の部分を縫っていきます。型紙で言うとこちらの線になります。縫い終わったら次にその縫い目と平行になるようにもう1本縫っていきます。この間にゴムが通ることになります。ウエストの端を縫うときは最後まで縫わず1センチほど手前で留めてください。少し穴を開けておいて後でそこからゴムを通します。穴を開けておく場所はどこでも構いませんが、脇あたりにすると目立たなくておすすめです。ウエストと裾を縫い終わりましたので、あとは先ほどの穴からゴムを通して完成です。
まずウエストのゴムを入れていきます。今回ウエストのゴム上がり、ゴムが縮んだ状態のウエストの大きさですねが36センチなので、まず印を適当につけて、今つけた印から36センチのところにもう1個印をつけます。今つけた印と印がぐるっと1周回って結ばれた状態、これがゴム上がり36センチの長さになります。もしこちらの36センチで作っていただいてきついようでしたら、ゴムの長さを調整してお子さんのウエストに合った長さで作ってあげていただければと思います。裾も同様にゴムの長さを測ってから通していってください。はい、というわけで無事完成いたしました。どうでしょう。同じデザインなんですけども、生地が変わるだけで全然雰囲気が違うと思うんですけど、いかがでしょうか。ちょっとこっちに履かしてみましょうかね。こうやって履かしてみると全然雰囲気が違うなと思います。これはこれで、さっきのも可愛かったけど、こっちも可愛いけど、リネンのやつも可愛いですね。はい。というわけで、今回型紙と80から110サイズまで無料で公開してますので、よかったら概要欄からダウンロードしてみてください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て実際に作っていただいた方がいらっしゃいましたら、コメント欄やハッシュタグパターンをつけて SNS などで教えていただけると嬉しいです。また動画で分かりづらかった点やご質問ご要望なども教えていただきますと参考にさせていただきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。